写真が詐欺だったりとか、ああ、足を長くなんかいろいろこう不足しなくして飲んでカラオケして出勤とかありました。みんなで。ないよなんか多分女の子って構えると思うんですよ。でママに呼び出す。はい、今日は第2回目なんですけど、前回引き続きひかるママに来てもらってます。前回はママになる前のお話とか、どうやってママになったんですかっていう話とかね、あとママになった後に、周りの反応とか、どう変わってきましたかっていうお話を、中心に、伺ってました。今回はママになってから、女の子にね、してることとかケアとか、そういうコミュニケーションの話についてちょっと聞いていきたいなと思ってます。ママになってから女の子と、以前からね、お出かけしたりとか遊びに行ったりとかはまめにされてるイメージがあったんですけど、実際は女の子と休みの日とかは遊びに行ったりしてるんでしたっけ？ほぼ毎週結構行ってるんですけど、やっぱママから誘われるのってちょっとなんか断れないかなと思って自分からは誘わないですね。ママに誘われてね、断ったら女の子も感じ悪く思われないかなとか絶対大なり小なり思うと思うんだよね。結構みんなブレアの子は自分から遊びに行きましょうって言ってくれるんです。どういうとこに遊びに行くんですか？でもディズニーランドとかマジ結構遊びやんなんか飲みに行くとかカラオケとかじゃなくて、飲みはもう本当に行くんですけど、ディズニーは遊びじゃんディズニーとか富士急とか。富士急も行くの？遠くない？あとは最近ハマってるのはジムに一緒に行くハマってます。確かになんかジムにいろいろ女の子連れて行って一緒に運動してるんだよね。はい、なんかみんなで痩せよう計画して。ああいいね、みんなでこう美意識高く頑張ろうみたいな。今回どこ行きましょうっていうのは基本誰が考える？例えば席で会話してて最近行ってないねみたいな、行こうよ行こうよっていう流れからが多いですね。そういうことで一回こう話に出てから、そうですね。そしたら実際に今度のじゃあ週末行きましょうとか、空いてるみたいな内容になる。そうですね。なんかでも富士急まで行くってどうやって行くの？車は誰が運転してる？電車で行ったこともあります。はい。温泉とか行かないの？女の子って。温泉はあんま行かないですね。どっちかっていうともう外に出かける系が多いから。そうですね。ママは海とかには行かないんですか？海とか山とか。私は行ってないですけど、でも去年は結構行ってました。なんかその写真私見たことあるかもしれないなんか写真が詐欺だったりとか、足を長くこう足を長く伸ばしてからなんかいろいろこう不足しなくしてそういう思い出した海に行った写真見たことあるな海外去年いっぱい行きましたね。今年は行ってないです。お店の女の子と海外行ったってこと？お店の女の子とも行ったことありますし、例えばどこの国とかに？手軽に韓国は結構よく行ってました。韓国はね、なんか気分的には結構国内と変わんないぐらいに近い、3時間ぐらいだし。でもハワイとかも行きました。それ結構遠出した感じが。そうですね、年末年始で。なんかすごいイメージ的になんかブレアで一番なんか女の子と出かけてるイメージがあるかなと思ってでもなんかこうお友達みたいになりすぎちゃうといけないなっていうのは意識してます。気をつけて。でももともとホステスからママになったので。そっかそっか。最初からこういるメンバーはもうママになる前からね、一緒に出かけたりとか遊びに行ったりとかしてるから抵抗ないと思うんだけど、今から入る人はもうママだからね。そうなんですよね。どちらかというと新しい子に行こうよみたいにはたまに言います。その休みの日じゃなくて終わってからちょっと飲もうとか。この後なんか出勤前とか。出勤前も行くの？出勤前行きます。お茶しに行くの？飲みに行かないでしょ？両方あります。お酒の時もありますなんかあんまり喋れてない子とかになんかシラフだと喋れないみたいな感じで聞いたら、ちょっとお酒入れたいですよって言われたら、スーパー面倒見いいと思う本当ですか？仕事前に人生で一回も飲みに行ったことないもん本当ですか？普通ないよ多分。本当のプライベートで一緒に飲みに行くとか、なんか仕事の内容抜きでお茶とかは、基本ないよね。そうなんですよ。なんか多分女の子も構えると思う。ママに呼び出されたな。そうですよね。だからなんか言われるなみたいな。なんか飲んでカラオケして出勤とかありました。みんなで。ないよないよそれは相当すごいと思う。スーパー面倒見いいと思う本当です。でもミーティングが月1回あって、その後には全員で
同伴入ってない子で全員でご飯行ってる。ああそうだね、月に1回あるんだね、そんな中でなんか将来結構いい線いくなとか、この子はもっとお店でね2年とか3年頑張れそうだなとか、光ママから見て伸びる女の子っていうのは結構分かったりはするもんなのかな。なんか私が一番見てるのはレスポンスとメンタルなんですけど、レスポンスはやっぱ自分にも早い子はお客様にも多分早いので、そうだね。でも本当に5分で返事しなかっただけで違う子同伴決まっちゃったとか結構多いので、ね、もう来たらすぐ即レスで返せるようにはしてたので、私もだから、そういう子は、私が送ってすぐ帰ってくる子は多分同伴つながりやすいかなって。そうだよね、なんかそのレスポンスが自分に遅い人って結局なんかあんま仕事のためにこうなんか連絡ちゃんと取ろうみたいな意欲が低いって見なされても、しょうがないとこはあるかなって。レスポンス早い子とまめな子は絶対みんななんかどんどん売り上げ伸びてるイメージあります。大成してる子が多いよね、でそれでさっき言ったメンタルっていうのはどういうところでメンタルをこの子強そう弱そうってどっから分かるの？いろいろお話聞いてて、例えばチューされちゃったとかいう時に大丈夫みたいに言った時の反応でしんどいですっていうことを真剣に、結構もう辛いよっていうことを、いや全然あんなの平気ですみたいな、全然私大丈夫ですみたいな、お客様のクレームだったりとか、色恋だったりとか、いろんなシーンで試されてるわけじゃない、この日々。そうですね。それに対して自分の中の消化のできる能力の高さっていうのは必要だよね、例えばブレアで、メンタル強い子って誰なの？何人か今ポワッと浮かんだ。メンタル強い子、ママは全員なんですけど確かにね、ママはメンタルを鍛えられてる。そうですね。あと誰だろうな、するちゃんとか。確かに動じなさそうな感じ。動じないですね、全く。あと誰だろう、久美子ちゃん。久美ちゃん、強そう強そう、強そう。確かにメンタル強そう、しっかりしてそう。あとりさちゃんも強そう強そう、入ったばっかなのですごい度胸だなっていつも思って見てます。確かに。でそのなんか、コロナの前でさ、今また生活も変わったと思うんだけど、その休業2ヶ月の間にね、女の子って楽観的に私お客さんの連絡取ってますと、コロナが落ち着いたら来てくれると思います、お客さんみんなちょっと連絡取ってます。でも実際さ、開けて今6、7、8じゃない、3ヶ月お客さん来ないじゃん、だから私本当に、楽観的にそういう仕事してきた子、お客さんが落ち着いたら来てくれるんですって言うけど、落ち着くまでに1年以上もう落ち着かない可能性もあるし、危機感持ってさ、いや多分お客さん来ないけど頑張ろうってことを、いつか来てくれるんですって言って3ヶ月の間にクビになっちゃう子いるじゃん。だって3ヶ月のお客さん来なかったら、そうですね、やっぱそこはさ、仕事のスタイルを考えるべきだと思うし、私はね、2ヶ月の間に危機感持ってほしかったら、いろんな人に、みんななんか開けて時間経ったら来ると思いますって言うけど、ホステスさんにとって時間ないから。だってお店はその来ないホステスさんをずっとお客さんを来るかどうかわかんないのにさ、雇えないからずっと。で新人が入ってくるし、意欲的な子も入ってくるし、結構さ、伸びる子っていうのは、保険かけてるよね。このお客さんダメでもちゃんとこのお客さん営業しようとか、今来てるお客さんを大事にしようとか、やっぱ仕事のスタイル的にはなんかそういうこう頭が良くないと、ちょっと難しいのかなって思うな。特に銀座のホステス今半分ぐらいになってるから、半分っていうのはね、いっぱいいるんだけど出勤ができないんでね、出勤調整も普通にあるし、でそんな中でこう毎日出勤してる子もやっぱいるんだけど、やっぱ賢いよね。そうですね、接点賢いから、いろいろ考えて仕事してるんだろうなって、こっちはちょっと伝わるものがあるんですけど、ブレアの女の子たちは真面目にやってますか？真面目に。私にはみんな真面目に言うから、一生懸命やってるとは思います。だって結果は残してるから、残してるもんね。そうですね、本当に。だからコロナでもやっぱりちゃんと来るんだよっていうのを、やってない子には見せてくれてるんで、やってる子たちが。なんかやっぱりさ、コロナだからお客さん少ないから当然なんだけど、真面目にしてなんかちゃんとチャンスを掴んでる子いるってことは、やっぱ仕事のスタイルをそういうところに置き換えて見直した方がいいのかなってちょっと思うんだよね。そうですね。最後の質問なんだけど、なん
か女の子たちになんかこうしたら仕事がうまくいくよみたいな、なんかないですかポイントは。なんかうまく仕事やっていけるコツみたい、いっぱいあると思うんだけど、いっぱいなんかいっぱいありますね。営業の方法もそうだし、レスポンスのタイプもそうだし、それが苦手だったらお店の中の人間関係が上手だったらもう生き残れると思うし、やっぱ呼んでもらえるから、ね、何かこうこれを頑張れみたいなでもやっぱり自分はここ絶対一番だよみたいのは作っといた方がいいと思う。一番絶対お酒強いよとか、一番面白いよとか、なんかこういう会話だったら絶対私ですみたいなものを作って、あとはやっぱ LINE とかも日記で送る子が多いんですけど、こうパーソナルな感じでやってった方がいいかな。あなただけよって特別感をね、そう出してほしいと。これ絶対自分にしか送ってない文章だなみたいな。コロナでも別にお店来てください以外でも会話はできると思うので、そうだよね。ということで今回はこの辺りで、ゲストはひかるママでした。はい、ではまた